found myself in the dark of the night when I was lost, needed a revive. はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい。大人気シリーズ、格安有料カードのコーナーをやっていこうと思いまして、ライブ配信の方で、デッキの作るのをよくやってるんですよ、最近。だから、こっちは、格安有料カードやっていこうかなということになりましたんで、今日は、無色の軽量ドロー編になります。まあ、1マナと2マナを今日紹介しようと思ってるんですけども、1マナでドローするカードって、よくストーム系のデッキで使うんですよ。なるほど。ストームしていくようなデッキ、まあ、例えばよく有名なので言いますと、ちょっと上の卓ですが、ビルギみたいな。はい。赤単なんだけどドローしたいんだけど回したいなっていう時に、1マナの呪文で回すみたいなことがあるんですよ。はい。で、それの無色。はい。でもちろん、無色ってことは何色でも使えるわけじゃないですか。そうですね。なので、軽量でドローして回したいなって時に使うカードを今日紹介しようかなと。まず1枚目、アーカムの転速儀というカードになるんですが、はい。これはなんと氷雪マナ支払わなきゃいけないっていうまあそうなんですよね、これ。無色と言いつつ氷雪まで出さなきゃいけないんで、大変なんですけど。まあ一応氷雪にしなきゃいけないっていうリスクはあります。はい。はい。一応氷雪土地にしていただいて。で、これ氷雪1マナで払うと、場に出た時カードを1枚引く。はい。シンプルに1マナで1枚引くという能力です。で、1マナでフィルターできる。っていうアーティファクトなんですけど、はい。これ今1マナでワンドローできてるじゃないですか。はい。これ系のカードっていうのが何種類かありまして、彩色の宝球というカードなんですけど、系のカードになるんですね。これは今とちょっと似たような能力でして、1マナのアーティファクトで、1マナでこいつを生贄に捧げるとマナプールに1マナ加える。で、カードを1枚引く。まあ、これ、と思われた方いるかもしれないんですけど、2マナ払ってるんですけど、1マナ埋めてるので、1マナでドローできてますよねっていうことになるということで。チップじゃなくて起動しないとドローできないっていう感じになりますよね。そうですね。はい。事実上1マナでドローしてるという。そうですね。系のカードで、彩色の星というカードがありまして、これは1マナで、1マナ生贄に捧げると好きなより1点を加える。一緒です。で、こいつが戦場から墓地に置かれた時カードを引くという。ほぼ同じ能力。まあでもこっちの方が僕は強いと思ってて、こっちは、別の能力でサクってもこいつドローできるんで、なるほど。アイアンワークスとかでサクって2マナ出しながらワンドローするみたいなことは昔やったりしました。なるほど。確かにそういうこともできますね。はい、できます。無色界ではよく使われる動きかもしれませんね、今のは。そうですね。まあちょっと変わったカードもご紹介したいんですが、これは調べてて初めて知ったんですが、逆トゲの陸分岐というカードなんですけども、今言った能力とほぼ一緒で、1マナでタップで生贄に捧げると、あなたのマナプールに好きなマナ1点を加える。で、それを次のターンのアップキープの開始にカードを1枚引く。スロートリップです。1マナでワンドローはできてるという。まあそうですね。ただちょっとストームとかで使うってなると、一旦ラグがドローできちゃうのって結構痛いかもしれないですね。ちょっと痛いかもしれないですが、まあ一応こんなのもありますよという。紹介で、それ以外に卵サイクルっていうのがあるみたいなんですけど、オデッセイの卵のサイクルがあるんですね。有効色2色の、5種類のカードがあるんですが、これ無色1マナです。で、2マナタップでそれを生贄に捧げると有効色2マナ出るっていう。これもちょっとマナをフィルターしてる感じなんですけどまあそうですね。マナフィルターしてワンドローって感じですよね。で、ワンドローするという能力なんですけど、これも有効色でしたら、一応ストーンを稼ぐのに、いいんじゃないかなっていうことになります。
はい。まあ、これ、逃走者だと、色シンボル含むカードになってしまうから、ちゃんと有効色でそれを含んだ逃走者じゃないと使えないっていうところはありますけど、まあ、もちろん色が合えば使えるかなと思います。そうですね。はい。まあ、今まで言った中で、今、1マナの呪文を紹介してったんですが、はい。1マナで最強のドローの呪文、妖術師のガラクタというカードなんですけども、これは絶対買った方がいいと思います。かなり強いです。1マナで、タップ起動でこれを生贄に捧げると、墓地にあるカードを最大1枚ライバリーの下に置くことができると。で、カードを1枚引く。ってことなんで、これ、シンプルに1マナでワンドローしてるんですよ、そもそも。で、墓地に落ちた、例えば、オラクルとかを元に戻したりとかすることもできますよね。まあそうですね。はい。で、あと、これ最大1枚なんで、対象取らなくてもいいんで、そこがすごいいいんですよね。そうですよね。はい。対象取るとね、最悪フィズったりするんですけど、対象取らないで確実にドローに変換するっていうのもできるんで、結構便利な1枚です。これかなり逃走者だと使う機会が多いと思いますんで、まあ、ブラケットを問わなければ結構すごい使ってる機会が多いと思うので、買っといた方がいいと思います。次は、2マナのドローの呪文。これも探すと結構あるんですよね。そうですね。まあ、そこそこあります。その中で、まあ、厳選して紹介したいんですけども、まず、逃走者で有名なのは、この体液の水源っていうカードなんですけども、2マナで出た時にドローして、場を離れたら、ワンドローできる。戦場から墓地に置かないとダメですね。墓地に置かないとダメということで、まあ、大体サクってドローするんですよね。そうですね。さっきの話じゃないですが、アイアンワークスでアーティファクトをサクって、これをドローに変換すると。まあ、よく見る動きですよね。2マナでドローするカードって、僕が一番よく使ってるのは、この予備物資っていうカードなんですけども、2マナでタップインします。で、ワンドローします。2マナでパクると、ワンドローできるっていう。2回ドローできるっていう。これ意外と、2マナでワンドローの役割を2回果たしてるので、意外といいんですよ、これ。まあ結構強いですよね、正直。カジュアルじゃなくても、カジュアルでも、普通に入ってくる出来はあるんじゃないかなと思いますね。2マナの、まあ、ドロー代表格といえば、このアイ・オブ・ベクナっていうカードなんですけども、結構僕好きなんですよ、アイ・オブ・ベクナ。まず、場に出たとき、2点ライフを失って、ワンドローします。で、アップキープの開始時に、無色に払って、1枚引いて、2点ライフを失う。を選んでもいい。2点失う。はい。っていう、能動的に一応カードが引けるという。無色ではあんまないですよね。そうですね。はい。結構継続的にドローできるから、まあ偉いカードだなとは思います。これよくドローだと使うと思います。まあ、アイオンベクは絶対持っといた方がいいと思いますね。いろんなデッキ入りますよね。はい。そんなにお値段もしませんので。次は、インスタントラーメン。これ、ライオンさんよく使ってるんですよね。まあ最近僕はアゼラで使ってますね。2マナの瞬足の食物。で、場に出た時、1枚カードを引くという。食物内蔵してるチップドローって結構あるんですよね。ちょくちょく、まあ結構、まあもう何枚かぐらいは、はい、一応あります。もう何枚かぐらいあるんですよね。ドローして、まあ手札というか回していって、で、要は、ライフも回復できちゃうという。これは瞬足なところが好きなんですかね。まあ自分は結構やっぱ瞬足なんで、まあアゼラだと本当火の技でこのカード捉えたいんで、アタックタイミングでインスタントラーメン作るっていう、はい、ことができるので、コピーできちゃう。それでしょ。そう。で、情報してるっていう感じになりますかね。で、普通に多分構えるデッキとかでも使っても強いと思いますけどね。なるほどね。なるほど。いいですね。はい、で、で、あと食物系で言いますと、レンバスという指輪物語のカードがあるみたいなんですが、これはなんと2マナの食物で場に出た時、ワンドローできるんですが、戦術1がついてると。戦術1を行って、その後カード1枚引く。かなりいいですよね。オプトっすね。はい。強いと思います。オプト付き。すごいですね。はい。これもかなり使い勝手がいいんじゃないかなと思います。
はい。で、最後に1マナなんですが、うん食物系ということで、キャンディーの道しるべというカードを紹介したいんですけども、はい。1マナで場合になるとき、戦術2を行います。はい。で、2マナで、その生贄に捧げて、3点のライフを得てカード1枚うんう引く。ん。一応、1マナ、2マナという2回の働きをしてるんですけども、はい。戦術に3点ワンドローなんで、なかなかいい働きをしてますよね。そうですね。はい。まあ、そんな感じでなってくんですが、はい。まあ、前半1マナ系紹介したじゃないですか。うん。これは、ストームによく使うことがあるという話なんですけども、うん。逆にその2マナの方は、うん神話とかで、そうですね。はい。はい、役割を果たすみたいなイーメージで置いてあるので使えるんじゃないかっていう。ジ。うん。こともあるあとは、なんかブリンク系とかですかね。なんか、盤面のカードをブリンクし続けるデッキとか、あとチップドローの方が優秀に働くことあるので、2マナの方がチップドローが多いので、はい。そういった感じで使えるかもしれないです。こういう、ただのワンドローのカードを、ただのワンドローって言うとちょっと失礼ですけど、皆さんに。なんか、結構、軽視してる人もいると思うんですよ。うん。でもこれは結構、重要に役割として働くこともあるということですよね。なんか、デッキを回す潤滑油的な役割ですよね。そうですね。一応、デッキを回すカードを僕が解説の中で言ったのは、デッキの中に10枚ぐらい入れた方がいいっていう風に僕は解説したんですね。だから、あるに越したことは。まあ、そうですね。はい。ないと思いますんで。で、これ系って結構今後も増えていくと思うんですよ。まあ、間違いないですよね。インスタントラーメンとかかなり直近のカードですしね。そうですよね。だからどんどん増えていくと思いますんで、その増えていく動向にも注目して、こういうのって意外と使えるんだなって思って見ていくと、ちょっと楽しいかなっていうふうに思いますんで。はい。まあ、この手のカード大体古文なんで、比較的、手には、入りやすいカードなのかなと思うので。入りやすいですよね。はい。確かに確かに。で、毎回1個は必ず収録されてますからね。まあ、なんか近いようなカードは大体入ってる印象ですね。大体1個ぐらいあるイメージですよね。なんで、注目してみたらいかがですかという感じになります。はい。まあ、今日はそんなところになるんですけども、よろしいでしょうか。はい。もったいないです。何か言い残したことはありますか？いや、ないっすよ。はい、大丈夫ですよ。ないですか？はい。いや僕は1個あるんですけど、はいはい。2月21日にイベントがありまして、はい。GEDH やりますんで、概要欄貼っておきますんで、よかったら、ご参加ください。はい。今日は、こんなところになりますかね。はい。高評価、チャンネル登録、ハイプ、お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。